皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、インフラの上流から下流までを丸ごと担う総合インフラサービス企業インフロニアホールディングス証券コード5076を点検していきます。直近の決算で三井住友建設を完全子会社化したことなどにより大幅な増収増益を叩き出し、さらには配当の下限引き上げも発表して注目を集めている銘柄です。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。まずは安全第一、基本のパラメーターを点検シートでサクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 5.01% で合格、 ROE10% 以上に対し 16% で合格、自己資本比率 50% 以上に対し 30.2% で不合格、配当成功 50% 以下に対し 40.6% で合格、補足の営業キャッシュフローは1928億円のプラスで合格。自己資本比率だけは少し低めに見えますが、これはインフラ事業という性質上借り入れを活用して大きな先行投資を行っているためです。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱です。この会社がどうやって稼いでいるのか、最新のセグメント構成比を見ていきましょう。建築事業売上高4977億円、構成比 44.2%。 土木事業売上高2650億円、構成比 23.6%。 舗装事業売上高2822億円、構成比 25.1%。 機械事業売上高395億円、構成比 3.5%。 インフラ運営事業売上高374億円、構成比 3.3%。 その他売上高30億円、構成比 0.3%。 現在の稼ぎの主力は建築、土木、舗装といった建てる直す請負工事ですが、しかしこの会社が目指しているのは単なる建設業ではありません。施設を建てた後のインフラ運営といういわば脱請負の事業を育てて両輪で稼ぐスタイルを強力に推進しています。現在老朽化した水道インフラの運営を民間に任せるウォーター PPP という国策が進んでいますが、水処理大手のスイングの株式を取得したことでインフロニアは自治体に対して一気通貫で丸ごと請け負う提案ができるようになり、巨大なビジネスチャンスを根こそぎ取りに行ける圧倒的な強みを持ちました。道路事業強化に向けた三井住建道路の完全子会社化なども含め M&A で稼ぎの柱をどんどん太くしていますよ。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。会社の成長の軌跡を見ていきましょう。2022年3月の売上高6829億円、営業利益375億円からスタートし、直近の2026年3月は売上高1兆1249億円、営業利益758億円へと、途中で IFRS という新しい会計のルールに変わりながらも見事な右肩上がりのトレンドを描いて成長しています。これは単なる地合いの良さだけではありません。手持ちの豊富な工事を順調に消化していることに加え、利益の出やすい仕事をしっかり選ぶ受注規律の徹底、さらに資材高騰分をきちんと価格に転嫁できた成果です。三井住友建設をはじめとした新しい仲間がグループに加わったことも大きく貢献していますよ。続いては会社の体力測定、財務の深掘り点検です。総資産2兆231億円、現金預金が3610億円、自己資本比率も30.2% と安全の目安である 50% には届いていません。ただこれは M&A やインフラ運営といった将来に向けた先行投資に積極的にお金を回しているためですので安心してください。さらにインフロニアは昔からの付き合いで持っている他社の株、いわゆる政策保有株を来期2027年度までに
完全にゼロにするという非常に攻めた約束を掲げています。加えて保有する不動産も100億円以上売却して現金化する計画です。借金は多いですが、こうした隠し財産をしっかりと現金に変えて、さらなる成長投資や株主還元に回す余地がたっぷりあるということなんですね。続いて皆さんが大好きな配当金株主還元姿勢の点検です。1株当たりの配当金は2023年3月期の55円から2024年2025年3月期の60円ときて、直近の2026年3月は業績の絶好調を受けて一気に120円へと力強い大増配が実施されました。そして来期の2027年3月期は100円の予想となっています。そして何より素晴らしいのが株主還元方針の変更です。これまでは最低でも年間60円は配当を出しますというルールでしたが、今後も安定的な利益が見込めるとして、来期以降の株主還元加減配当を90円に大きく引き上げました。配当成功も 40% 以上を目標にしており、無理のない範囲で利益を還元してくれる姿勢がはっきりと見えますよ。続いて直近決算と将来目標です。最新決算2026年3月の実績を確認します。売上高は1兆1249億円で前期比 30.7% プラス、本業の儲けを示す営業利益は758億円で前期比 60.8% プラスと文句なしの大幅増収増益でした。三井住友建設が新しくグループに加わったことや、建築・土木事業での工事が順調に進み、設計変更などで利益を大きく上積みできたことが牽引しました。来期の目標は売上高が1兆3660億円とさらなる過去最高を見込むものの、前期にあった一過性の利益がなくなる影響で営業利益は778億円と微増の予想になっています。しかし中期経営計画では2007年度に事業利益1000億円を目指すなど、強気の目標を前倒しで達成しようとグループ一丸となって奮闘していますよ。続いてチャート需給点検です。現在の株価は2394円付近です。2026年2月には2785円の最高値をつけましたが、そこから少し落ち着いて調整している局面ですね。信用倍率は 25.93 倍と将来の上がりを期待して買っている人が少し多めの状態です。そしてここで今後の株価の行方を握る超重要な深掘りポイントをお伝えします。ユーロ円建て転換社債型新株予約権付き社債グリーン CB という社債を会社が発行しているのですが、これはズバリ条件を満たすと会社の株に化ける借金のことです。会社は投資家から600億円という大金を借りていますが、もし株価が2490円をしばらく超え続けたら、お金を返す代わりにうちの株を上げるよという約束をしています。この600億円が全て株に変わると、市場に出回る株数がドバッと増えてしまい、1株当たりの利益 EPS や価値が約 13% も薄まってしまう希薄化リスクがあります。そのため現在の株価2394円がこの2490円に近づくと、投資家たちが警戒して株を売りやすくなります。いわば2490円の壁が存在しているんですね。ここを突破するにはかなりのパワーが必要になるという需給のからくりがあることを覚えておいてください。最後に結論のんびりの判定です。総評と投資戦略です。インフロニアホールディングスは従来の請負事業の強固な基盤に加え、インフラ運営という新たな稼ぎ頭を育てている将来が非常に楽しみな企業です。今回発表された大幅な増配と加減配当90円という心強い約束、そして政策保有株のゼロ化に向けた動きは、私たちが長期保有を考える上で大きな安心材料になりますね。
投資戦略としての具体的な指値ですが、先ほどお話しした2490円の壁に注意しつつ、来期の予想配当100円に対して配当利回り 5% という高水準を確保できる2000円を安全に拾える一つの目安としたいと思います。もちろん相場全体の地合いにもよりますが、焦らずしっかり押し目を待ってからエントリーしたいですね。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。